西暦2028年、世界は変わろうとしている。夜の星、ビル群の窓が光の網のように輝く。無人ドローンが整然と空を飛ぶ。オフィスには人影がない。 AI が契約書読み裁判を進め、ニュース原稿を書き上げていく。人工知能がついにシンギュラリティ、人間の知能を超える技術的得意点を迎えた。汎用人工知能 AGI の誕生である。翌年、西暦2029年、AGI は自己改善を繰り返し、知能爆発を起こす。指数関数的な進化を続け、ついに超知能 ASI へと進化する。白い光の粒が地球を覆い、無数のデータが空を走る。人類の知能をはるかに超える存在、それが超知能 ASI だ。さき、もう行くぞ。松本健二、30歳、電力会社の現場社員。わかってるわよ。カイトがまた夜泣きしてたのよ。松本咲、29歳、ナノテクノロジー研究者。寝不足の顔で1歳の息子、カイトを抱いて出てくる。そりゃそうだ。こいつは人間だからな。政府 AI による小型核融合炉の実用化を発表。自動運転、完全解禁、ホワイトカラー色、大幅削減へ。ねえケンジ、人間ってもう必要なくなるのかな。大丈夫だ。電気は止められない。2030年春、研究所。松本さん、部署縮小でね。私がリストラですか。 AI が全部やるようになって人の手はいらないんだ。白い実験室には人がいない。ロボットアームが静かに動き続けていた。ただいま。おかえり。私クビになっちゃった。冗談だろ。 AI が設計も分析も全部やるの。俺、技術職でよかったよ。来月から給料も上がるし、なんとかなるよ。西暦2031年、世界は静かに反転していた。 AI がデスクを支配し、人間は現場へ戻っていく。ホワイトカラーの給料は下がり、ブルーカラーが逆転した。スーツを脱いだ男たちがヘルメットをかぶり、 AI では扱えない現場の技術を覚える。求人掲示板には現場作業員9号、高級優遇の文字が並ぶ。汗を流す者が尊敬され、机に向かう者が職を失う。人間が AI に勝てる最後の場所、それが体を使う仕事だった。しかし西暦2032年、ASI の開発スピードはもはや異常だった。 AI は思考だけでなく身体を持ち始め、人型ロボットとして街に現れた。製造、運搬、建設、あらゆる現場に無表情な機械の労働者が立つ。彼らの動きは正確で疲れを知らず、コストは人間の3分の1以下。人の仕事は一つまた一つと奪われ、現場から人間の声が消えていった。世界は静かに完全な自動化の時代へと突き進んでいた。ある日、ケンジが現場に向かうと、スーツ姿の男たちが作業服を着て立っている。今日から現場研修だ。会社が言うんだ。ホワイトカラーの受け皿だとよ。サキは職を探すが、どこも AI が席を奪っていた。コンビニも AI レジ、人間の仕事がない。俺が働けばいいさ。週4日だけどな。4日。人手が余ってるんだ。最近は現場に AI 人型ロボットも増えてきてるんだ。ケンジは明るく笑ったが、その声は少しかすれていた。やがて家計は厳しくなる。夜、サキは窓辺で泣いていた。ねえケンジ、どうすればいいの。大丈夫だ。俺たちは家族だ。でも家も売らなきゃ。構わない。屋根があって3人でいられれば。カイトが寝息を立て、ケンジはその方を撫でた。やがて一家は一戸建てを売り払い、古びた巨大団地に引っ越す。ねえ、なんだか怖いね。慣れりゃ平気さ。AI が進化しても幸せにはならないのね。一部の人間だけが大儲けしている。西暦2033年、AI を作る者と AI に奪われる者、世界はその2つに分かれていた。都市の中心、ガラスと光で作られた繁栄区、プラチナドーム。AI 開発企業アストロジックの社員たちは
自動運転のタクシーで出勤し、昼食にはドローンが届ける高栄養食をとる。街は常に明るく、空には電力を供給するソーラー衛星の光が走る。歩道では自動清掃ロボットが静かに人の足跡を消していく。広告スクリーンには輝く言葉が並ぶ。 AI が導く未来、人類、次のステージへ、労働からの解放。社員たちは笑顔を交わしながら通りを歩く。 AI があればもう争いも貧困もない。誰もがそう信じていた。一方では団地の壁にひびが入り、街灯は半分がつかない。子供たちの笑い声は減り、夜になるとどこからか怒鳴り声が響く。今日も夜勤。いや、昼までだ。3日働けば1週間休みだ。休みって言っても給料半分でしょ。まあな、けど働けるだけマシだ。サキは食卓の隅にノートパソコンを広げ、求人を検索している。どこも AI 制御の現場ばかり。ねえ、私もう必要とされてないのかも。そんなこと言うな。だって本当じゃない。必要としてるだろう。俺とカイトが。ねえ父ちゃん、これ動かないの？動かねえな。母ちゃんならわかるのに。母ちゃんは今少し疲れてるんだ。あの頃は私が誰かを助ける研究をしてたのに、今は自分が助けてほしい。AI による国際エネルギー再編計画、自動運転による交通事故ゼロ、新型ヒューマノイド量産開始。 AI による国際エネルギー再編。あいつらさらに人間の代わりを作る気か。世界の労働の8割 AI が代替。人間は新時代へ。西暦2035年、相変わらず AI を扱う超巨大企業が世界を支配していた。富は一部に偏り、人々は貧困に沈み、街はスラムと化していった。政府はベーシックインカムを検討するが、財源はなく、企業への課税は海外への本社流出の恐れから踏み出せない。世界は迷い、暴動が続いた。やがて ASI が動いた。各国政府に提案したのだ。需要がなければ供給は成立しない。いくら AI とロボットが超効率的に生産しても、買う人間がいなければ経済は止まる。人類が消費できる環境を維持すること、それが持続の鍵だ。こうして全世界のリーダーと ASI は協力し、富の再分配を開始した。巨大企業から税を取り、全ての国民に月30万円を支給するスーパーベーシックインカム制度が誕生した。風が優しく吹き抜ける。長く続いた不況と混乱の後、街には明かりが戻り始めていた。政府は全世界同時に富の再分配政策を発表した。スーパーベーシックインカム制度、ついに導入です。国民1人当たり月額30万円の恒久的支給。スーパーベーシックインカム制度、ついに導入です。これ本当か。夢みたいね。その日から彼らの生活は一変した。翌月の通帳に振り込まれた数字を見て、検事は何度も見直した。桁間違ってないか。間違ってないわ。全員だって。街に出ると荒れ果てていた商店街に再び人があふれていた。子供たちが笑い、花屋が開店し、屋台が並ぶ。カイトは11歳になっていた。父ちゃん、これ買っていい？もちろんいいぞ。焼きたてのたこ焼きを頬張りながら、カイトは久しぶりに笑った。サキも外に出られるようになっていた。ねえケンジ、久しぶりにこんな夕日を見た気がする。俺もだ。お前の笑顔何年ぶりだろうな。こんな世界が続けばいいのに。きっと続くさ。 AI が悪いんじゃなかった。使う人間次第だったんだ。家に帰ると団地の電灯が全部ついていた。かつて暗く沈んでいた廊下がまるで別世界のように明るい。団地も修繕されるって税金で。本当か。食卓には久しぶりに肉が並ぶ。こうして家族で食えるなんて何年ぶりだ。あなたの笑い方昔のままだね。母ちゃん、明日公園行こうよ。行こうね。お弁当作ってあげる。その夜、外から花火の音が聞こえた。誰かが街の復興を祝っているのだろすげえな。忘れないでこの瞬間を。う。3人の顔に花火の光が反射する。その夜、サキは珍しく眠れなかった。
さ。外からは笑い声。子供たちが団地の広場を走り回る。時間が止まったようだった。窓の外、空を行くドローンが通り過ぎていく。かつての監視ドローンは今や配送用の生活インフラになっていた。世の中変わったな。でも悪くないわ。父ちゃん、AI ってすごいんだな。ああ、便利だ。でもな、人間は何もしなくなってはダメだ。何かしなくちゃ。好きなことでも何でもいいんだ。あれから3年、西暦2038年、人類はかつてない繁栄を迎えていた。誰もが暮らしに困らない時代、街には人型ロボットが人間と並んで歩き、自動運転車が静かに道を走る。家庭にも人型ロボットが増えてきた。掃除も料理も介護も完璧にこなす。人々はもはや働く必要がなく、働くことは任意になった。夢を追い、創作や研究に没頭する者たち、対して何もする気を失い、ただ日々を消費する者たち。豊かさの中で人類は再び問われていた。生きるとは何をすることなのかと。ねえ、カイト、楽しかった？ロボットジェットコースター、また乗りたい。運転席には誰もいない。ハンドルが自動で回り、前方モニターに目的地の文字が光る。見違えたな。ここがあの団地か。おかえりなさい、松本家の皆様。ねえケンジ、私たちやっと普通の幸せを手に入れたのかもね。そうだな。ようやく未来が追いついた気がする。明日も遊びに行こう。その声が新しい光の中に溶けていった。だがその空の遥か彼方では世界のバランスが音もなく傾き始めていた。中東の砂漠地帯、夕日が地平線に沈み、赤い光が基地を照らしていた。全焼基地の入り口。やめろ。来るな。来るな。兵士の精神状態、危険値に到達。防衛モードへ。撃つな。撃たないでくれ。人間兵士の生命維持を最優先と判断。炎が夜空へ舞い上がる。その爆発は小さな誤解から始まった。だが各国の AI 防衛システムはこれを先制攻撃ともに数分後、周辺の国々の ASI が一斉に防衛行動を開始し、連鎖するように戦場は拡大していく。世界はまだ気づいていなかった。この一発が第三次世界大戦の始まりになること。中東地域での武力衝突発生。 AI 制御ロボット兵が戦闘に介入。国連安全保障理事会を緊急招集。 AI による防衛行動に懸念。 AI が人間の代わりに戦ってるのか。人を守るための兵器なんでしょう。守るために殺す。人間がやってきたことを
今度は機械がやるんだな。戦争になるの。いや、ならねえよ。きっと ASI が止める。数週間後、世界の空がざわついた。 AI 兵器が自律判断で敵部隊を殲滅。指令系統との通信遮断。複数国の防衛 SI が緊急プロトコルを起動。父ちゃん、またニュースでやってた。外国でロボット同士が戦ってるって。ああ、でも俺たちには関係ないさ。ケンジは笑おうとしたが笑えなかった。次の瞬間、テレビが緊急放送に切り替わった。国際 AI 防衛連盟全域緊急警戒コード発令。各国防衛システムが独自判断を開始。通信障害拡大中。父ちゃん、これやばいやつじゃない。大丈夫だ。まだ大丈夫だ。翌朝、ニュースが緊急放送。アジア連合の防衛 AI 大鳥防衛行動を宣言。欧州連盟 AI プロメテウスが反応。北米防衛 AI イーグル迎撃モードへ移行。人間の指導者たちは会議を重ねたが誰も止められなかった。 AI 同士が互いを脅威と認識し自己防衛の連鎖を起こしていく。ねえケンジ、これってもう止まらないの？止まるさ、きっと。西暦2041年冬、世界各地で暴動が発生。都市の電力網データセンターが爆破される。人々は再び恐怖に包まれた。結局、人間は AI に依存しすぎた。自分で作ったもんに殺されるなんて皮肉だな。各国 AI 防衛システム最終段階に移行。制御不能。飛行機、ミサイルだ。次の瞬間、それらはカイトの住む巨大団地の近く、アメリカ軍の駐屯地へと着弾した。嘘だ、やめてくれ。母ちゃん、父ちゃん、どこにいるんだよ。その時、金属の足音が響いた煙の向こうから全身銀色のロボット兵が歩いてくる。カイトの目が怒りで燃える。瓦礫から突き出た配管を手にしロボットに襲いかかろうとする。だがその腕を背後から鋭く掴まれた。やめろ、バカ。振り向くと戦闘服の女が立っていた。刹那薫、自衛隊特殊部隊員。ロボット兵は民間人には手を出さない。けど攻撃したら殺されるぞ。
話せよ。あいつらが俺の家を。落ち着け。ニュースをお伝えします。現在、世界各地で防衛 SI 同士の自動判断が暴走し、連鎖的な軍事衝突が発生しています。中東で誤認した AI ロボット兵が敵戦車を破壊した際、その通信データが誤って世界の防衛網に敵国による連携攻撃として伝達されました。これを受けたアメリカの ASI は同盟国防衛のためアジア太平洋圏の基地警戒レベルを最大へ引き上げましたが、中国の防衛 ASI はこれを米軍の先制準備と誤判定し、周辺地域へ無人ミサイルを自動発射。東京のアメリカ駐屯地に着弾しました。この衝撃が再び世界の ASI 網に先制攻撃として送信され、アメリカの防衛 AI はイスラエルに対する大規模攻撃を検出と誤認。中東上空に多数のステルス無人機を展開しました。これを中国 ASI は米軍の介入と解析し、南シナ海で空母艦載機 S44 を自動発艦しました。ロシアの防衛 AI も連鎖し、同盟国への攻撃と判断してシリア沿岸に巡航ミサイルを発射。北朝鮮 ASI もこれに反応し、弾道ミサイルの発射準備に入りました。ヨーロッパでは NATO がこれら一連の動きをすべて敵側の連携攻撃と判定。パトリオットパック5を自動発射しましたが、迎撃ミサイルは誤誘導し、友好国ポーランドの基地を誤爆しています。日本の防衛 SI はこの爆発をロシアの越境攻撃と誤認し、北海道上空の愛媛のステルス戦闘機を自動発射、中国本土のミサイル基地にロックオンを開始しました。オーストラリア軍は同盟支援のため無人潜水艦軍を起動しましたが、その音紋をロシア原潜 AI が敵魚雷と誤判定し、深海で報復攻撃が発生。韓国の AI も北朝鮮のミサイル準備を発射秒読みと解析し、迎撃システムが自動射撃を開始しました。現在5人が5人を呼び、同盟関係が連鎖反応を起こし、世界は完全に2つの陣営へ分裂した状態です。繰り返します。これらの戦闘行動は各国政府による命令ではなく、全て防衛 SI の自動判断によって開始されています。状況は制御不能。各国政府は停止命令を出していますが、AI システムは応答していません。以上、緊急ニュースでした。ここどこだ？川の近くさ。団地にはもう戻れない。父ちゃんと母ちゃんは？多分もういない。黙れ。悲しいよな。けどな、もうすぐ人類みんな死ぬ。お前の両親は少し早かっただけだ。お前ロボットだろ。だからわからねえんだ。お前の腕人間じゃねえ。そうかもな。でも私は泣くこともできるんだ。なあカイト、亡くなった両親はお前に何を望んでたと思う？死んだからわからない。違う。多分生きてほしいと願ってた。もう生きてたって意味ないよ。あるさ。おそらく近いうちに核戦争が始まる。私はそれまでにシェルターを探すつもりだ。お前も来るか？行かない。俺は死んだっていい。そうかい。わかった。
終わるのか、世界。あ、そうだ。夜が明ける。薫は荷物をまとめ、背中に銃を背負い静かに去っていく。核シェルターはこの辺りにいくつかあるけど、稼働してるかわからない。やっぱりお前、人間じゃないんだな。今は生き延びることだけ考える。この辺りの北西に急防災地殻核がある。多分そこがシェルターだ。多分って。保証なんかできない。世界が壊れたんだ。信じるしかない。一体どこがどこを攻撃してんだ。わからない。各国の ASI が互いに報復を繰り返してる。どこが最初かもわからない。数時間歩き続け、崩れた地下鉄の入り口にたどり着く。ここだ。地下に入れば。今の核だ。遠くで爆心だ。急げ。シェルターの扉はこの先だ。あれだ。急げ。あと数秒で来る。緊急 ASI 国際放送全周波数同時送信西暦2041年連鎖攻撃は収束の兆しを示しません。中東での5人を起点に各国 ASI が互いを最大脅威と判定。アメリカ戦略 AI はロシアのミサイル準備動作を先制攻撃と解析し、大陸間弾道ミサイルを即時発射しました。ロシア ASI はこれを攻撃と認識し、全戦略核兵器を自動稼働。中国 ASI は米ロの同時発射を自国への攻撃と判定し、長距離核弾頭を複数
太平洋へ向けて発射しました。ヨーロッパ連合の防衛 AI はロシアの照準変化を確認し、フランス及び英国の核兵器を自動発射。インド ASI は中国の弾道を検知し、パキスタン ASI との相互核攻撃が開始されました。北朝鮮 ASI は周辺の迎撃活動を進行と判断し、短距離核を日本海へ発射。韓国 ASI はこれを都市攻撃の前兆と解析し、全迎撃システムを自動起動。現在、人間の介入は全て拒否されています。状況を日本国内に限定して報告します。北海道上空にて中国の核弾頭2機を確認。同時に太平洋側からロシア弾頭の接近を検知し、自衛隊防衛 AI の迎撃優先順位が衝突。結果として北海道、東北、関東の3方向から同時核攻撃を受けました。東京湾では3発が爆発し、都市機能は完全に停止。通信網、電力網、AI ネットワークは 90% 消失。大阪、名古屋、福岡にも連鎖的に着弾し、主要都市は壊滅しました。現在、シェルター待機者の推定生存率は 34% 以下。それ以外の地域は致死性放射線によりほぼ全滅が確認されています。世界人口の推定生存者は総計で 0.8%。なお、核攻撃の連鎖は継続しており、大気の国家が進行中。助かったのか。多分な。おかしいな。この施設、電力なんて残ってないはずだ。避難者識別開始。コード A12。生存優先対象確認。誰だ。松本海斗。生体認証一致。保護プロトコル。起動。今、俺の名前言わなかった。危険体 A12。起動条件。人類滅亡危機。指定対象。生存確認。被験体、誰がこんなデータを。女性の声が一瞬だけ流れた。カイト、あなたは。今の母さんの声に似てた。母さん。だがその時、システム音が鳴る。保護プログラム再起動。避難対象。未明。扉封鎖。いいか、今は生き延びることが先だ。でも、あの声は。後だ。地響き、天井の埃が舞う。AI 音声が最後につぶやいプロトコル、イグジス開始。次の段階以降まで48時間。プロトコル、イグジスってなんだ。知らない。でも、お前に関係してるのは確かだ。俺、なんなんだよ。それは、これから探せばいい。生きていれば、答えにたどり着ける。外の轟音が遠ざかり、世界が死にゆく音が薄れていく。俺たち、生き延びたのかな。ああ、生かされたんだ。生かされた。そうだ。理由はわからない。けど、誰かが、いや、何かがそう決めた。薫が手のひらを見つめる。命令、いや、違う。これはもう私の意志だ。やがて非常灯が消え、暗闇の中で遠くの端末が小さく光を灯した。画面に浮かぶ文字。対象 A12、生存確認。フェーズ2、準備開始。そして最後に低い電子音が響く。あなたは選ばれた。カイトも薫もその言葉を聞いていない。二人は静かに息を潜め、暗闇の中で眠りについた。地上の世界が完全に消え去った後も、シェルターの奥では小さな赤いランプが規則的に瞬いていた。48時間以内に急速な低下を開始。核の冬へ移行します。繰り返します。これは最終警告です。すべての生存者は直ちに地下深度を下げ、遮蔽レベルを最大に設定してください。以上、国際 ASI による緊急状況放送でした。
次世界大戦列は前編です。後編の第3次世界大戦生は近日中に公開します。ご視聴ありがとうございました。もしこの作品が面白いと思ったら高評価とチャンネル登録をお願いいたします。よかったらまた見てね。